はい、皆さん、さやかです。今日のマークサイロストインワールドでは、皆さんの次のウォルト・ディズニー・ワールド旅行、またはユニバーサル・スタジオ・オーランド旅行で事前に準備しておくべきこと、そして当日持っていくべきものを紹介していきたいと思います。そしてこのビデオの途中で皆さんの次のフロリダ旅行で役に立つ情報をいろいろシェアしていくので、初めてウォルト・ディズニー・ワールドやユニバーサル・スタジオ・オーランドに行く方や久しぶりに行く方はぜひ最後まで見ていってください。それでは行きましょう。それではまず皆さんの旅行が決まってから旅行当日までに準備しておくべきことから入っていきたいと思います。まず旅行が決まったら飛行機のチケットの購入と宿泊先の予約とチケットの購入をします。宿泊先の予約やチケットの購入はディズニーワールドやユニバーサル・スタジオ・オーランドのウェブサイトから直接することもできますが、英語があんまり得意じゃなかったら日本にある旅行会社を通して予約するのがいいと思います。そして次にエスタの申請です。皆さんの旅行が90日以内、90日ってすごい長いので、多分ほとんどの人は90日以内でアメリカに入って帰ってくると思うんですけど、90日以内だったらビザは必要ないんですね。ですがその代わりにエスタというものが必要になります。このエスタを申請するウェブサイトはやっぱり全部英語なんですけど、これ意外と簡単だし、多分インターネットとかにこのエスタの申請の仕方を載せたYouTube ビデオとかあと記事とかが載ってると思うので、自分でやってみてください。意外と思っているより意外と簡単にできます。そして次の2つはウォルト・ディズニー・ワールドに行く人のみしないといけないことなんですけど、まずはテーマパークリザーベーションです。今ウォルト・ディズニー・ワールドにはテーマパークリザーベーションっていうシステムがあって、皆さんはいつどのパークに行くのか事前に予約しないといけないんですね。そしてこれはデートベースドチケットを持っていれば2024年の1月9日にはなくなるんですけど、1月9日まではまだテーマパークリザーベーションがあるので、皆さんの旅行がその1月9日2024年の1月9日より前にあるんだったらテーマパークリザーベーションを必ず忘れないようにしてください。このテーマパークリザーベーションをしないと入ることができません。そしてこれもディズニーワールドに行く人のみなんですけど、マジックモバイルをセットアップしておくことです。ディズニーワールドのパークに入るにはマジックバンドかマジックモバイルというものをスキャンしないといけないんですね。ちなみに私はこのチャンネルにマジックバンドの完全解説ガイドを載せてるので、もしマジックバンドについて興味があればその動画を見てみてください。そしてマジックバンドがあればそのマジックバンドをスキャンしたら入れるんですけど、もし皆さんがマジックバンドを買わないと決めた場合、マジックモバイルというものをスキャンしないといけません。そしてこのマジックモバイルはマジックバンド代わりになるので、基本的にマジックバンドができることはマジックモバイルですることができます。そして皆さんは事前にマジックモバイルを皆さんの Apple Wallet に追加することができるんです。まず皆さんの名前を選んで好きなカードのデザインを選びます。そして Apple Wallet に追加を選択すると、このマジックモバイルを皆さんの Apple Wallet に追加することができます。これは事前にできるので、皆さんがチケットを購入してテーマパークリザーベーションを予約したら当日まで待たずにそこでマジックモバイルを事前に追加しておくといいと思います。それでは次に旅行に持っていくべきもののリストを紹介していきたいと思います。まず一番大事なパスポートとエスタですね。エスタは入国審査官に頼まれたらすぐ出せるように事前にお家でプリントしておくといいと思います。そして次に、基本的ですがお洋服、靴下、下着、そしてパジャマですね。そしてもしディズニーワールドに旅行に行くんだったらディズニーカチューシャですちなみにアメリカではこれはカチューシャって言わずにイヤーズって言うんですね。ディズニーカチューシャはたくさん持ってる方もいるかもしれないんですけど、ディズニーワールド限定のカチューシャだったりアメリカディズニー限定のカチューシャだったりがある場合もあるので、もし現地で新しいカチューシャを買いたくてカチューシャ売り場を探してるんだったら Where can I find the ears? とか Where's the ears section? っていうとカチューシャ売り場に連れてってもらえるか、カチューシャ売り場を教えてもらいます。そして次にウォーターボトルです。ウォルト・ディズニー・ワールドでもユニバーサル・スタジオ・オーランドでも水は無料で手に入れることができます。ディズニーワールドではお手洗いの近くにウォーターステーションが大体あるんですね。なのでそこで水を補充することができます。そしてユニバーサル・スタジオではフリースタイルコークマシーンっていうコカ・コーラの自販機みたいな自販機
飲み物ステーションみたいなのがあるんですね。そしてここではもしフリースタイルカップっていうカップをパークで購入すると、このドリンクステーションで好きなドリンクを好きなだけ補充することができます。そしてもしこのカップを購入しなくても、なんと水は無料なんです。なので例えばこのウォーターボトルを自分でウォーターボトルを持ってきたんだったら、このウォーターボトルにお水を注ぐことができます。どっちのパークに行くにしても、ディズニーワールドでもユニバーサルでもお水は無料で手に入れることができるので、絶対にウォーターボトルは忘れずに持って行ってください。次に日焼け止め。オーランドはとっても暑いです。冬でも暑いです。なので絶対に日焼け止めを忘れずに持って行ってください。次に雨具も折りたたみ傘よりはポンチョがいいかなと思います。いろんな人を見ててもやっぱり雨の日はポンチョを着てる人の方が傘を持ってる人より全然多いです。で、やっぱりポンチョの方が、動きやすいし、ずっと持ってなくていいのでポンチョの方が便利かなと思います。あとですね、夏は特に雨がほぼ毎日降るので、夏にオーランドに行くんだったら絶対に雨具は持ってってください。冬は夏ほど雨は多くはないんですけど、やっぱりあった方が安心かなと思うので、雨具は皆さんのパークバッグに念のために入れておいた方がいいと思います。そして次にエクスターナルチャージャーとケーブルです。これですね、エクスターナルチャージャーとこの携帯とこのエクスターナルチャージャーをつなぐケーブルです。テーマパークでは携帯を思ってる以上に使えます。ディズニーワールドでは今ジーニープラスっていうサービスがあるじゃないですか。ジーニープラスも使うにはやっぱり携帯を使わないといけないじゃないですか。なのですごいバッテリーがすごいなくなるんですね。ユニバーサルでも待ち時間を見たりとか、モバイルオーダーしたりとか、どっちのパークに行くにしろ携帯はものすごく使うんです。なので絶対にエクスターナルチャージャーとケーブルは忘れないようにしてください。そしてお薬です。もし皆さんが服用してるお薬があるんだったら絶対に忘れずに持って行ってください。そしてもし服用してるお薬が何もなくても、基本的な頭痛薬とか腹痛薬とか、あと酔い止めとかのお薬は念のために持っておいた方がいいと思います。そしてですね、ディズニーワールドのテーマパークにはファーストエイドセンターっていうところがあって、もし皆さんが体調を崩しちゃったりとか、転んで薬むいちゃったりとかしたら、そこのファーストエイドセンターに行くと1回分のお薬をもらえたりとか、バンドエイドをもらえたりとかするので、怪我したり体調が悪くなっちゃったりしたらファーストエイドセンターに向かってください。ですが症状が軽かったり、少しの怪我なんだったらファーストエイドセンターにわざわざ行かなくてもいいように、常に薬とかバンドエイドとかは持っておくといいと思います。そして次にヘアバキです。私が前アップした日本のディズニーとアメリカのディズニーの文化の違いのビデオを見た人は知ってると思うんですけど、アメリカのホテルにはスリッパは提供されません。なのでもし皆さんがそのホテルのお部屋を靴下で歩き回りたくない場合は、自分で日本からスリッパを持ってくるようにしてください。そして歯ブラシもそうです。歯ブラシもホテルでは提供されないので、自分で歯ブラシは持って行ってください。ディズニーやユニバーサルの直営ホテルに滞在した場合は、バリューホテルであろうか、一番すごい高いホテルであろうが、どこのホテルもシャンプーとコンディショナーは提供してあるので持っていく必要はありませんが、もし皆さんがこだわりがあるんだったら、その皆さんのいつも使ってるシャンプーとかコンディショナーは持っていってください。そして次に余分の靴です。靴は履いていくペアと、それとは別にもう1足、最低でも合計で2ペアは持っていってください。テーマパークではとにかくものすごく歩くんです。なので、2足あると、例えば最初の1足目が靴ずれを起こしてきたりした時に、その2つの持ってきた分の靴に移動することができるし、雨が降ってその最初のペアが濡れちゃった場合は、その持ってきたもう1足に履き替えることができるので、特に長期滞在する場合は最低でも2ペアはあった方がいいです。これは私たちが個人的にいつも旅行では持っていくものなんですけど、メラトニンです。メラトニンは日本で何て言われてるかちょっとよくわからないんですけど、基本的になかなか眠れない時に取ると眠りやすくしてくれる自然なお薬みたいな感じで、北アメリカではメラトニンはこんな感じでこんな感じのパッケージで売られてます。ちなみにこれはチョコレートミント味です日本からオーランドまでのフライトってすごい長いじゃないですか。そして皆さんは到着した時にジェットラグとかもあると思うので、
こういうメラトニンみたいななんか自然な眠りを助けてくれるなんかお薬があれば役に立つかなと思います。そしてクレジットカードと現金です。クレジットカードがあれば、基本何でも買えるんですけど、絶対に現金も持ち合わせておくようにしてください。そしてこれはチップのためです。チップはクレジットカードで払える場合もあるんですけど、現金でないと払えない場合もあるので、絶対に持って行ってください。そしてですね、私はさっき紹介した文化の違いのビデオでもチップについては結構詳しく説明しているので、もしチップについてあまり馴染みがなくて、どこでいくらぐらいチップを払えばいいのかわからない人はぜひそのビデオを見てみてください。それでは次にハンドサナタイザーとマスク。もう結構アメリカではコロナウイルスに関する制限とかソーシャルディスタンシングとかマスクしないといけないとか、そういうのはもう完全にないんですけど、皆さんがもし特に飛行機内とかでマスクがあった方が安心だったら持っていくようにしてください。あとハンドサナタイザーとかもパンデミック中は結構いろんなところにハンドサナタイザーステーションがあったんですけど、もう今はあんまりハンドサナタイザーステーションもなくなってきてるので、自分で持っていった方がいいと思います。そして次にメイクアップセット、スキンケアセット、ヘアケアセット、サングラス、ジュエリー、これはおしゃれのためですね。そして女性の方だったら生理用品もあった方が安心だと思います。そして目薬、インセクトスプレー、ディズニーやユニバーサルの直営ホテルに泊まるんだったらそんなに心配しなくてもいいと思うんですけど、安めのモーテルとかに泊まるんだったらもう結構夜は蚊とかなんかいろんなインセクトがいたりするので、インセクトスプレーは持っていった方がいいと思います。そしてもし海外旅行の保険に入った場合はその保険証も忘れずに持っていってください。そしてバイタミン、私たちは毎日こういうバイタミンを取ってるんですけど、もし皆さんが毎日バイタミンを取ってなくても旅行期間中って結構食生活が乱れがちじゃないですか。なので体調を崩さないように何かサプリメントか何か取りたいものがあればそれも持ってってください。そしてトラベルピロー、さっきも言ったようにフライトが多分長いと思うので、こういうトラベル用のピローを持っていくと飛行機とかでも簡単に寝ることができるのでこれはすごい便利だと思います。そして次にテーマパークでとっても役に立つアイテムです。じゃーん、 T4 等です。これはラッシュで買ったアイテムなんですけど、フットパウダーですね。私結構足の裏に汗かくんですよでテーマパークってすごく歩くじゃないですか。なので一日中歩いた後足の匂いが気になるじゃないですかそこで役に立つのがこの T4 等です私は前ワークアウトとかしててマークにも惹かれるぐらい足の汗の匂いがやばかったんですけど、この T4 等を使い始めてから全く足の匂いが気にならなくなったんです。これは本当に匂いをすっごく消してくれるマジックです。なのでこれは本当におすすめです。特にテーマパークに行ってたくさん歩く場合は買っておいたらいいと思います。そして最後に、これはなくても全然大丈夫なんですけど、マジックバンドです。ビデオの最初で言った通りマジックバンドはなくても全然大丈夫なので、あるんだったら持って行ってください。それでは持ち物リストはこれで以上かなと思います。もし私が何か伝え忘れたものがあったりとか、これ持っていった方がいいよっていうような皆さんのおすすめのものがあれば、このビデオを見ている他の人たちのためにもぜひコメントで教えてください。そしてもしこのビデオが少しでも参考になったらビデオにいいねをよろしくお願いします。そして私たちはこのようなディズニーやユニバーサルについての情報を配信したり、旅行に行った時のブログを配信したりしているので、もし皆さんが興味があればぜひマークサイロスとインワードにチャンネル登録をよろしくお願いします。また私たちが新しい動画をアップした時にそれらを見逃さないようにこのチャンネルの通知をオンにしておくことも忘れないようにしてください。それでは最後まで見てくれて本当にありがとうございました。また次回のビデオでお会いしましょう。Make today magical. Bye!